闇のパープルアイっていうドラマ知ってる？そのイメージ、さっきのポーズ。特に意味はない。自分がやっていること、そして話していること。あらゆることに特に意味はない。はい。どうもこんにちは、時丸です。いかがお過ごしでしょうか？この間ね、ライブしたんですよ。誕生日を迎えまして、参加していただいた皆様ありがとうございます。で、いろいろ、インスタグラムとか、いろんなもので DM くれたりとかね、おめでとうございますって言ってくださって本当にありがとうございます。なんかこんなたくさんの人に祝われる誕生日って初めてだなと思って。でも誕生日自体は、僕はそんなに重要視しないって言ったらあれだけど、そんな重要視していないんですよね、これまで。で、基本的に一人で過ごしてます。特に自分にプレゼントとかも買わないし、でも買ってるか。この間、サンダル買いましたね。サンダル買ったのと、あとはオートミールを買いましたね。アマゾンで。それくらいかな。でも自分に誕生日だからっていうよりかは、たまたま買い替えのタイミングが来たからっていうだけなんですけど。なんかね、30代、そろそろ終わりな感じになっていて、で、こんな何もない感じだと思ってなかったですね。もっと子供の頃とか小学校の頃とか、なんかいろいろたくさん持って、結構大きな家に住んで、大きな犬でも飼ってね。ボルゾイかはわかんないけど、なんかソファーとかでゆっくりテレビとか映画とか見ながらね、ワインでもやりながら暮らしてるんだろうなっていう、なんかそういう夢みたいなイメージがありましたけども、そういうことはまるでなく、こんな何もない部屋でね、闇のパープルアイっていう誰も知らないようなドラマのね、なんかそういう雰囲気だけのポーズをかましているっていうアラフォーです。だいぶ危ないでしょう。これでもこれ見てる皆さんも危ないですし、この闇のパープルアイを知ってる方も結構ね、同世代ですからね。もし知ってる人いたらね。結構最近なんか、うちの母がどうやらこの YouTube 見てるらしくて、なんかそういう噂が聞こえてきて。でもそういう誕生日っていう意味では本当に産んでくれた母に感謝してますね。とても綺麗好きで、几帳面で、山が好きなね、母のもとに生まれ、そして、おおらかで、芸術家である、父のね、ユーモラスな父のもとに育てられっていうか、その二人がいたから僕はなんかこういう変な感じになっているんですけども。よく子供の頃はさ、橋の下でお前拾ってきたとか、お前はなんかその辺の橋の下で拾われたんだみたいな、なんか海から流れてきたみたいによく言われてたんですよ。長崎のね、そういう港町だったんで。で、割と僕もそれを結構信じてる部分があって、だから自分はなんか宇宙人じゃないけど、どっかから流れ着いてきた男なんだっていう、なんかそういうイメージがずっとあったんですよね。だからそれがもしかしたら自分が人類学をやることにつながってきたのかもしれないし、今考えれば。なんか人がどこから来てどこへ向かうのかっていうこととか、その人間たちの文化から、その地域、社会の文化をもとにして人間とは何かっていうのを考えていく学問なので、なんか自然とそういうところに行ったのかなっても思うし、それは自分がそういう風な田舎町で育って、で、海から流れ着いた男みたいな感覚のイメージを持ってたからかもしれないっていうね。
まあこれからもね、まあおそらく何も持たない生活を続けていくでしょうね。今日も朝、ヨガをやって、アシュタンガヨガのフルプライマリーやってて、で、呼吸をしてるときに今日思ったことは、なんか毎回その考えることっていうか思うことが違うんですけど、アシュタンガヨガっていうのは、一つのポーズにつき5回呼吸をするんですよ。5呼吸っていうのがもう決まっていて、で、なんかふとね、先生がよく言ってたようなことが思い出されて。で、それはなんか、ある時に先生がふと言ったことなんですよね。どうせ5回しか、5呼吸しかそのポーズにはとどまれないんだから、その瞬間を楽しみましょうみたいな感じ。なんかそういうニュアンスの言葉。一字一句正確ではないけど。うん。その一つのポーズの式、その一つのポーズにつき5回しか呼吸できないから、その5回を十分に楽しもうって。で、なんかその裏には、やっぱりこうきついポーズってあるんですよね。で、きついタイミングとか、本当に自分が苦手なポーズとかあると思うんですけど、5回しかないからこそ、頑張り抜こうよっていう。5回しかないからこそそれで耐えてまた次に移っていこうよっていう。なんかそういう意味合いも感じるし、で、一方で好きなポーズに関しては5回しかない。5回しかないからその5回の呼吸を本当に楽しんでいくっていう。なんかもう人生みたいだなって思うんですよね、それが。うん、この呼吸そのものが、アシュタンガヨガの呼吸そのものがもう人生みたいなものじゃないかなって。なんか今日ちょっとそういうことを考えましたね。どうせその5回しか呼吸できないんだからっていう、まあそういう感じ。だから人間の一生の中で呼吸できる回数っていうのは多分決まっていて、そんなにその人によって大きな差があるわけではないと思うんですよね。同じまあ人間という構造なので。もちろんその生きる年数によってそれは呼吸の回数は変わってくるとは思いますけど、だいたい同じくらいのこう年齢だと仮定した場合、人の呼吸する回数っていうのは、一生の中で呼吸する回数っていうのは、そんなに変わらないと思うんですよね。だからそういう意味では、誰もが平等に同じ時間を生きていると。だから、そこでどうあがこうが、苦しもうが、その次のポーズはやってくるってことです。それはもしかしたらそのシャバーサナっていう最後の屍のポーズ。だから最後はみんな屍になっていくんだろうけども、うん。でも、その呼吸の過程っていうのがそれぞれあって、それをまあ楽しんでいくか、あるいは苦しんでいくかはもう自分次第っていうこと。そんなことを考えましたね。うん。だからこそ、僕はもう多分この持たない生活を続けていくんだろうなっていうのがなんとなくあって。まあでもね、持たないって言っても持ってますよ。持ち物紹介とかね、いろいろ買ったもの紹介とかしてますし、で、今70個のものがあって、ただね、もうそんなにその数は極端に増えたりすることはもうないかなと思ってます。去年は65個で、今年になって70個に増えたんですけど、だからその70個の中を今度はリプレイスしていくっていうか、まあ古くなったら同じものを買い替えてみたいなことをやったりとか、あとはその同じモデルでちょっとだけアップグレードをしたりとかね、なんかそんな感じになるのかなと思っていて。だから数自体は変わんない。なんか最近で言えば、まあでも全部そうですよね。この服とかもそうだし、シューズもそうだし。あと今年はちょっとドローンをもうちょっと風に強いやつにアップデートしてもいいかなとは思ってるんですけど、まあでもちょっとそこは、わかんないね。そんな使う頻度がないんで、ね、飛ばせないところが多いから、日本は。なんかそういうことをいろいろ考えたりとかして。で、まあそうですね。だから誕生日は何もせず過ごして、で、まあ皆さんとね、ライブして、いろいろコメントいただいて、スパチャとかもいただいた方、本当ありがとうございます。面白かったな、なんか。コーヒーゼリー、ネスカフェを固めてコーヒーゼリーを作るために、ゼラチン代として300円ぐらいもらって、で、
それに乗せる生クリーム大でしょ。で、その生クリームの上に乗せるさくらんぼ。そしてそれに添えるアイスクリームっていう。なんかね、みんなが僕にそのデザートを食べさせようとしてるんですよね。で、これちょっと作りたいなっていう気持ちもちょっと出てきていて。デザートを作るためには、まあ道具が必要だっていうのはあって、ね、生クリーム作りにもあれが、こう、シャカシャカがないと、ダメでしょう、多分。あとはいけるか。あとはゼリーとかは、まあこういうのに、これをそのまま、これになんかこう、固めるやつを入れて、冷蔵庫に入れといたらできるのかもしれないね。生クリームか。だからハードルが高いのは生クリームだね。僕が持ってる道具の中でね。これと、このマグと、もうファイヤーキングのチタンカップしか持ってないんで、本当にもうその二つだけでやってるんで、あとは炊飯器。だから炊飯器が最近はめちゃくちゃ役に立ってて、炊飯器の上でもうプレートを作ってそれで食べるってことで。だから使う食器は3つ。これと味噌汁を作るようなカップ、チタンカップとご飯のジャー。そのまま。行儀悪いけどね。うん、これも思わなかったね。こんな生活するとは。うん。でもね、まあずっと、お茶碗みたいなものは使ってたんですよ。やっぱりそのなんか、意外とそういうこう、食事のマナーとかには気をつける方だと思ってたんですけど、まあ、何も持ってないとやっぱね、こう、動物的になるっていうのが、うん、おかしな方向行っちゃうんでしょうね、そこはね。物だけじゃなくてね、その肩書きとか所属とかそういうものももうどんどん減らしていって、もう僕はもう何もない状態。うん、ホワイトボックスにただ住んでこういう風に語り続ける人っていう感じ。まあ何のために生きてるんだろうみたいになるけどね。まあ今でも考えること結構あるよ。でもやっぱり、見てくださってる皆さんがいるから成立してるところはあって。で、何か自分がやってることとか、まあそういう活動で、自分がその生み出したもの、まあささやかなそういうこうクリエイティブとかクリエーションみたいなもので、それを見てる人に価値を与えるっていう。価値を与えていくっていうね、ことをね、ちょっと今後もやっていきたいと思ってはいるんですけど、昔お世話になった、あの、飲食店のね、オーナーが、マスターが、僕がもうずっとリスペクトしている人なんですけど、その、その方は、彼はね、30代ぐらいで、もう20代の後半ぐらいで多分自分の事業を立ち上げて、で、僕はその時学生でずっとアルバイトをしてたんですけど、だからその方の、こう、活動を結構間近で見させていただいて、ものすごい勉強になったんですよね。で、いろんな言葉が心に残ってるんですけど、今でもやっぱり思い出すのは、30代は仕組み作りだって。仕組み作りの時期だと。うん。で、40代は、その作った仕組みが回り始めて、自分がもっと好きなこととかで、その社会に貢献したりとか、うん、そういう時代にしたいみたいなことを言ってて、それがもう結構記憶に残ってるんですよね。で、まあ東京に出てきて、僕もずっとカメラマンの活動してきて、なんかそれがやっぱぼんやりずっとあってね。もう最初はもう、うん、日々のね、ご飯を食べることに精一杯でしたけど、なんかそのやっぱイメージがずっとあったから、今こうやってやっていけてるっていうのところはあると思う。うん。30代は仕組み作り。だから僕もそのいろいろもう仕組み作り、もう仕込みみたいなものをね、ずっとね、20代の後半からね、意識してやってきたんですよね。でもあまりにも、やっぱり時代の変化が激しいし、まあそれはいつでも言われてることだと思うんですけど、これからももっとね、それは加速度的になるっていうのは、もう目に見えてることで。5年後、10年後とかにもう週休3日とか週休4日制とかになってるかもしれないし、
で、その時に何をするのかっていう。多分ね、僕変わんないと思うんですよね。今やってることが。で、ヨガやって、たまにランニングやって、山登って、で、わけわかんないことを話し続けているっていう。うん。で、生活レベルを上げる気も全くないし、本当にこの狭い部屋で、一人で暮らしていくっていう。部屋は変わるかもしれないけど、なんかその、大きな家に住みたいとか、広い部屋に住みたいとか、なんか部屋のスペックを上げたいとか、そういうのがないんですよね。でもわかんない、それは。まあこれからなんかもしかしたら出てくるのかもしれないし。でも、なんかその、やっぱりその自分の体調と幸福っていうのが結構紐づいてるなと思っていて、で、あとその精神の安定ですね。だからそれを、こう、保てる軸を持っているのであれば、どのような状態であってもいいのかなって。で、そこには、本当にその、収入とか稼ぎとか、ほとんど関係なくて。むしろ、その、ささやかなね、人間関係。うん、本当にこう大事な、大切な人たちの、まあそんな多分たくさんはいらないんですよね。もう本当に少数の分かり合えるような友達とか、友人とか。で、あとは、そのやっぱ仕事の関わりでいろんな経験をするっていうのは、まあ今後も変わらないと思うんで、新たに、その、仕事上でね、協業しながらなんかいろいろ作り出すような仲間たち。うん。そういう人たちっていうのは、たくさんいるし、で、これからますますそういうふうに時間が余っていったりとかすると、そういう人たちがどんどん増えていって、いろんなコラボレーションの機会とか、そういうものが出てきやすいんじゃないかなと思ってます。3月の末ぐらいから自分のメンバーシップを独自に始めて、ありがたいことに皆さん入っていただいてね、今もう50人ぐらい、時丸コアにいるんですけど、多分それももうずっと続けていくだろうし、で、まあその考えてることとか、まあこれからのこととか、で、自分がまあ変わっていくことを含めてもね、うん。もう全部共有していきながら、で、その自分の経験とかを誰かの役に立てたいって思ってるし、同時にそのコミュニティにいるような人たちの中でなんかいろいろ交流が生まれて、まあ自分がその作った場所っていうか、自分がまあ場所だけを作って、そこでなんか面白いことが回り始めていくと、なんかハッピーな、結構みんなハッピーな世界になれるんじゃないかなっていうふうな、まあそういうことを考えたりしてます。よくね、僕はその、ユートピア的な思想だったりとか、お花畑じゃないとかってよくね、言われたりとか、そんな甘くないでしょみたいなよく言われるんですけど、まあ呼吸していれば、ヤッホーみんな息してる息しかしてない時丸ですで、まあずっと呼吸していればね、まあ、なんとなくもうそれで終わっていくんで、この今世っていうのはね。うん。だからもう楽しむしかない。うん。ますますね。うん。まあ、その新たな年になったからっていうわけではないんですけど、まあ自分の区切りとして、今後もね、いろいろ楽しみながら、どんどん面白いことやっていきたいと思っています。ミニマリズムの冒険は続きますし、自分のヨガのサーダナもどんどん続いていきますし、うん。結構学びたいこともたくさんあって、あの、なんか、この間オープン AI のね、サム・アルトマンさんがいろいろ話してたんですけど、やっぱり AI が発達すればするほど、そのエンジニアリングとかプログラミングみたいなものが、まあもちろんそのプログラムは各量で言えば AI が圧倒的に多くなるんですけど、それをやっぱ作るのは人間だっていう。何かそのプロンプトを与えて、こういうものを作りたい、表現したいっていう、そのなんか気持ちとか熱量とか心とか、そういうものからこう出てくるもの。それはやっぱ人間しかできないことなんで、そこをね、高めるためにね、
やっぱ学び続ける必要があるし、で、自分も今ね、そういうコンピューターサイエンス系のこと結構勉強しています。もう時間が足りない。こんな何もない部屋でね、毎日暇してるんですけど、でもそれでも時間足りないです。本当に。結構読みたい本っていうか、積んでる本もちょっと溜まってきていて、映画とかも全然最近見れてないんで、ちょっと今年の、夏は、本と映画と、そしてコンピューターっていう、なんかそういう、ざっくりとですけど。山とかね、ヨガとかは基本的に続けながらですね、その裏で、そういうのを動かしていきたいなと思ってます。このチャンネルでは、ミニマリズムとかヨガとか、自分のライフスタイルについて話しています。ふざけていたりふざけてなかったり、だいたいネスカフェ飲んでたり、息しかしてなかったり、何もない部屋でただ踊っていたり。また次回も遊びにぜひ来てくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。良い一日をお過ごしください。